無限に続く永遠の時間。荒廃した時代に、ひときわ輝きを放つ雲の糸が垂れます。糸の彼方には誘惑の象徴。あなたは無我夢中で手を伸ばし、掴むのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、無限、CRX プロを製作しますよ。以前から探していたキットでしたが、中古相場は高騰しており、デカールも散々なものばかりなので諦めていました。店舗で新品を購入できることがとても幸せでございます。まず目に飛び込んできたのはクリアパーツ。ボディカウルに対して面積が広く感じます。グリスターフェンダーを装備した特別なカウル。見とれてしまいます。シャシーの造形も素晴らしい。そして特別なエアロホイール。未来の空気を感じます。足回りや車内のパーツも40年前のキットとは思えない造形。スリックタイヤのキットばかり扱っているので溝付きは新鮮です。デカールは想像した以上に多い印象。こんなにもどこに貼るのでしょうか。なんか黒いのがやたらと多いですね。説明書はざっくりで精神的に楽できそうです。と思ったら窓枠塗装があるんですよね。これがあるから箱車は苦手なんですよね。ウィンドウパーツにも枠のデカール貼れとのこと。これは案外面倒なことになってきましたね。ボディに貼るデカールは極めて少量。しかし素晴らしいフォルムの車ですね。特殊な塗料は必要なさそうです。ですが今回はとっておきの白を使ってみようと思います。パーツ数は少なく気持ちがふわふわと楽になってきました。それでは製作スタートでございます。大昔の設計とは思えないしっかりとしたモールド。溝もはっきりと刻まれています。ルーフの両端にはうっすらとパーティングラインがございます。多分パーティングラインだと思います。知らんけど。ドアの溝はもう少しシャープさが欲しいので筋彫りします。ついでにボンネットも含めて全体的に彫ってみましょう。ラインをシャーペンで描いて目立つようにします。老眼気味になってきたのか細かい箇所に焦点が合わなくなってきました。これだから人間ってやつは脆い生き物ですね。配給パーツ様の筋彫り工具。総延長数キロは筋を彫った一品。ですがまだ刃先は衰えを知りません。まだまだ痛めつける喜びには抗えませんね。最近新たな模型屋さんを開拓しました。そこで購入した筋彫り用のガイドテープ。こちらも配給パーツ様の商品。こんなのあるんですね。想像以上に硬いので驚きました。いちいち台紙を剥がすのが若干面倒。なるほど。この硬さなら脱線防止になりますね。これは素晴らしい安心感。荒波でも出港するマグロ漁船に乗り込んだ気分です。貫通寸前まで深く掘りました。乗用車のキットはデカールでごまかせないので、シャープな筋彫りが花を添えてくれます。貧乏症なのでテープを再利用。これだから人間ってやつは、ガリガリ。美しい拷問の時間を堪能します。裏を黒く塗れば完成でもバレない気がします。ガイドテープはハードタイプなので曲線には対応できませんでした。ですが元の溝が深いので脱線の心配はないですね。
パーティングラインみたいなものを削ってみます。白なので目立たないんですけどね。リアにもパーティングラインがあるのですが、この時点で面倒くささが勝ってきたので適当でございます。大好きな車なので入念に拷問。筋彫りしたので立体感が増しましたね。今にもリトラが開きそうな質感。ボンネットは後一撃で抜け落ちる寸前でございます。ボディの大半を占めるドアも開きそうな質感。裏打ちするのでマスキング。以前はマスキングせずに黒を吹いていたのですが、乗用車は開口部が大きくて後で拭き取るのが面倒なんですよね。裏打ちにはタミヤ様のフラットブラック。強烈な隠蔽力でどんな悪巧みも隠蔽できます。裏打ちを乾燥させている間にシャシーを進めてみます。ぶったまげるほどに一体成形。ですが素晴らしい再現度でございます。この時点で美しさを感じます。車内パーツの品質も抜群。ランナーに1983と表記されています。40年前のモデラーさん、ご機嫌うるわしゅうございます。こんなに美しいホイールが存在した時代、過去に流れてしまうこの世界は残酷でございます。触媒から下はストレート感。ホンダの直感は地獄からの断末魔のように心地よいです。大した量はないのですが下地処理は時間がかかります。カリカリ。執拗にサイド出しマフラーをめでるのでございます。細かな部品はたったこれだけ。それでも仕分けは集中しないと後から塗り忘れが必ず出てきます。裏打ちが乾いたので飛散防止のマスキングを剥がします。ちなみに裏打ち用のフラットブラックにはラピッドシンナーを使用していますので乾燥はかなり早いですね。何の変哲もない黒なのにやけにかっこよく感じます。そしてシャープに仕上げた筋彫りもよく似合ってございます。ボディのサフ代わりにアルティメットホワイト。品薄が続く中贅沢な使い方でございます。
相変わらず軽く吹きつけるだけで真っ白け。半艶なので陰影が浮かび上がり素敵でございます。しかし今回のメインカラーにはとっておきの白がございます。それがこちら。ブリューヒルトホワイト。廃棄よくできません。ガンプラに使おうと購入しましたが、最近作れてないので真っ白なマシンが来るのを待ちわびてございました。ミルキーウェイのごとくはっきりとした白に期待が高まります。レベリングシンナーで1対1の希釈率で試してみます。愛用の栄養ドリンクの持ち手を外しまして、マスキングを慎重に剥がしてみます。通常のマスキングを使ったのですが、しっかりとした処理なので細いピラーをへし折らないように。本当にこのマシンはかっこよいですね。遠いところにほのかに青を感じる質感。とても上品でございます。マスキングボールがほんの少し成長しました。フリマサイトで売ったら誰か買ってくれるかもしれませんね。実物は結構大きく感じます。あっという間にデカール作業まで来ました。想像以上に面倒くさそうなデカールが連なっています。どこから貼るべきか思案中でございます。まずはこの赤いラインから貼ってみましょう。途中に無限の文字があるので位置合わせを慎重に進めないとね。ここに無限の文字が入るらしい。そしてここからは赤いライン。ドアパネルのところは立体感が増しました。長くて細いデカールでは分解する方が貼りやすいです。デカールフィクサーをふんだんに使っていきましょう。マークフィットでゆるゆるにしてから溝に押し込んでみましょう。ここにも無限の文字が入ってございます。爪楊枝で溝に押し込んでゆきます。大昔からロゴを変えない完成され尽くしたデザイン。無限という言葉。響きが美しいですよね。無限とは果てしない。無限とは数学の世界にもよく出てきますよね。例えば円周率は無限に続く数字の並び。その美しさに魅了される人も多いそうです。そして無限とは果てしない宇宙の広がり。永遠に続くものだけど、だからこそいつか終わってしまうんじゃないかと、切なさも感じてしまう儚くて美しい言葉。そして現在でも続くレーシングブランドとして人々を引きづけます。ボディカウルのデカールを貼り終えたので、水を含ませたキムワイプで糊や汚れを拭き取ります。
強くこすりつけるとデカールが剥がれてしまいますよ。シャシーはセミグロスブラックを塗ったのですが、内装にはメカサフのスーパーヘビーを塗ってみます。次はエンジンの塗装。腰下だけですが雰囲気は抜群の造形です。エナメルのフラットアルミを筆塗りでございます。筆塗りは山盛り塗りつけても垂れなければ OK。乾燥すればシャープになります。まあ一生裏なんて見ることがないですけどね。ヘッドライトも塗装しました。このキットは絶妙な高難度の塗装指示が数箇所ございます。クリアにはガヤノーツの EX クリア。最近は海外の視聴者様からも購入できたと嬉しいコメントをいただきます。カウルの乾燥待ちにクリアパーツを進めてみます。テールランプがこのキットの最難関。恐ろしく細い枠を黒に塗らないといけません。この対応策を用意してなかったタミヤ様はとんだサディストですね。細かくカットしたマスキングをちまちまと貼り付けます。こんな作業も先端が細いピンセットがあれば余裕でございます。ここまで手間かけて塗料がにじみまくっていたら笑ってください。個人的にこれはないと思ったチェック柄のシート。ちょっと試してみましたが途中で諦めました。メカサフとフラットブラックで適当に塗り分けました。クリアが乾燥しました。柚子肌全開ですが一気に研ぎ出して新車に仕上げてみせましょう。この大きな CRX のロゴすごくかっこよいですよね。4000番から研ぎ出しスタート。こまめに水をつけて研磨します。ガリガリとした感触が消えてなくなるのが最高に心地よいです。さすが昔の車は平面だらけなので研ぐのが楽ですね。青空駐車で色あせすぎた質感になりました。ホンダ車ってこうなりがちですよね。6000番。ここで目立った傷はすべて消さないとずっと残りますよ。デカールの段差は綺麗に消えました。レーシングカーみたいなデカールの補修がないので楽ですね。8000番まで来れば思う存分こすりつけてやってください。旧車ショップに並ぶ中古車くらいの質感になりましたね。このくらいが自社に近い気がします。1万番なんて自己満足の世界。模型映えを狙う以外にここまで磨き上げる必要はない気がします。ブリュンヒルトホワイトが深い艶をまといました。いかにもプラスチックに塗った白ではなく、鋼板に吹き付けた白の質感。素晴らしい白に出会いました。
セラミックコンパウンドでツヤの透明度を上げます。表面を軽く滑らせるように磨きます。強くこすっても意味はなく傷を増やすだけ。洗浄してきました。こんなにツヤのあるホンダ車を見たことがございません。こんな楽しみ方ができるのはプラモならではですね。しばしうっとりと舐め回すように眺めたら、お次は面倒な窓枠塗装。ここがカーモデル初心者様の脱落ポイントでございます。このキットの窓枠は特に細くてマスキングが面倒なのが明白。ピラー周辺はラインがぼやけていて難易度が高そうですね。シンプルな形状なのが唯一の救いですね。まずはリア周辺で試してみます。曲線用マスキングが使えない箇所なので試行錯誤。クリアと相互に刃を入れるのはあまり好きじゃないんですけどね。なんとかうまくいきそうな気がしてきました。乗用車のキットは作りやすいのですが、窓枠塗装で一気に難易度が跳ね上がります。そして時間も費やし気がつけば夜更かし決定。趣味にするには贅沢すぎるものなのかもしれませんね。途中から気がついたのですが、窓枠全体をマスキングして、ナイフでそっとカットするのが一番早そうですね。これもまた勉強ですね。やはり慣れない工程に時間を費やしました。窓枠塗装を始める頃には夜明けが近い時刻。塗装が終わったら今日は寝ましょう。テールランプが乾いたのでマスキングを剥がしてみましょう。こんな塗り分け方してる人いるのでしょうか。もっとシンプルで簡単な方法を教えてください。満足の仕上がり。手間をかけた本人が喜んでいれば大成功でございます。筆でクリアレッドとクリアオレンジを塗ります。クリア塗料はムラになりやすいので厚塗りでごまかします。後で二度塗りしてみます。窓枠塗装が乾燥しました。信頼の EX クリアなので心配ないですが、クリアごと剥がさないように慎重にマスキングを除去します。
素晴らしい仕上がりでございます。若干滲んだ箇所は後で削り落としてやります。ウインカーの下地にシルバーを塗ります。ここまで筆が活躍したキットは初めてかもしれません。筆はほとんど持ってないので揃えておかないといけませんね。テールランプの下地も塗ります。隠れちゃうので適当で問題ございません。ギアの赤ラインが剥がれ落ちていました。研ぎ出し後に歯ブラシで洗浄していたら流れたと思われます。面倒ですが仕方がないのでレッドを吹きつけます。乾燥待ちにシャシーを進めます。エンジンと液パイだけ塗装しましたが十分ですね。ホンダ車には15インチの S タイヤを装着したくなります。軸受けキャップは未来永劫この形を保ってそうですね。本来はブラック塗装なのですがシルバーに塗ってみました。やけにメカメカしい造形に心奪われます。こういう手法のキットは初めてです。箱車のキットでは標準的なシマ割り構成なのでしょうか。触媒以降ストレート感。VTEC エンジンを積みたいですね。玉はサイド出しよりもセンター出し派でございます。若干濡れてない箇所がございます。精神的余裕があれば補修しときます。メーター周辺なんて見えない箇所はサボりたいのですが、金曜の夜ということもあって気分が高揚してございました。このくらい厚塗りしても乾燥すればシャープになります。時代を感じるダッシュボード周り。大抵タバコ臭と芳香剤のミックスで奇妙な匂いになっているんですけどね。ハンドルは2種類入ってましたが今回はこのタイプを使いました。ヘッドライトレンズを装着します。セミートアクタブルライトの特徴的な目。こういう造形のヘッドライトが懐かしいです。なんとタミヤ様がウィンドウ用の窓枠でカールを用意してくださいました。
何か良いことがあったのでしょうか。ありがたく使わせていただきます。カウルに仮止めしてデカールを貼らないとずれちゃいますよ。これは想像以上に難易度の高い工程。もっと簡単に終わると思っていたので余計に疲れました。これならウィンドウ用マスキングの方が圧倒的に楽ですよね。さすがタミヤ様。気まぐれで優しさを見せるかと思いきや奈落へ突き落とすスタイル。そのサディスティックなところにここをときめきます。黒猫がまたやってきました。すっかり野生を忘れた四足獣。今度黒猫が主役の動画も撮ってみたいですね。しかし息をするように邪魔をしてきますね。ヘッドライトを装着します。目が入ると一気に存在感が増します。素敵なお顔になりました。テールランプは仮組みしないのがあだとなりはまらない系。もちろんフルパワーで押し込みました。最近は流行が一周してまた大きな社名がプリントされ出しましたね。由良拓也氏が手掛けた CRX プロ。高校時代からレーシングカーの製作に携わったそうです。彼には空気が見える。と言われるほど空力を深く理解しており、1983年にデザインしたマツダ 717C で、日本車初のルマンクラス優勝を獲得したそうです。1991年には4人用ヘルメットもデザインし、アイルトン・セナをはじめとする F1 ドライバーが使用しました。印象深いのは1999年のルマン。空力を徹底的に重視して限界まで低く設計されたメルセデス CLR が、小刻みに異常なピッチングを発生していることを早々に指摘していました。その後に空高く舞い上がる衝撃的な出来事が発生したのでございます。そして今回の無限 CRX は、1970年代のビルショックから世界が立ち直り、久々に登場したコンパクトスポーツカーがバラード CRX。そのスタイルと性能から人気を博しました。ホンダの創始者である本田宗一郎、その子息である本田博俊が立ち上げた無限。かつては F1 にもエンジンを供給していた強大な企業。その無限は当時企画した CRX プロ。デザインは由良拓也率いるムーンクラフト。専用のバンパーやブリスターフェンダーをまとい、特に優れたカスタムカーとして注目を集めたそうです。日本では改造車に対する規制が色濃く残っていた時代、警察の監視をかいくぐり様々な違法改造がはびこりました。車高を下げるならサスカット、マフラー交換ならぬぶった切り、エアロパーツと言い張るベニヤ板。そんな地獄のような時代に放たれたメーカー純正カスタムの無限 CRX。ピラミッドの最下層でガソリンの奪い合いをしながら生きている車好きには、あまりにも眩しすぎるこのマシーン。地獄の最下層に垂らされた、雲の糸を掴んだものだけが手に入れることができました。満天の星空の下、ボディは月光を浴びて銀色に輝き、長い旅路には幾多の試練が待ち受けています。霧の中の山道、荒れ果てた砂漠、そして夜の闇を切り裂く雷鳴。その苦痛のすべてが幸せに感じます。夜が明けた頃に地獄を抜けたことに気がつき、長く伸びた影が平原を疾走する姿に心から安堵します。やがて旅も終わりに近づき、ふとエンジンを止め長い無音の時を過ごします。再びあの地獄の最下層に戻るべきか葛藤します。
地獄のような試練と喜びが交錯する場所。無限となら、心は揺れ動き、穏やかな日常に身を委ねることを諦めるのでございます。またいつかどこかで、無限 CRX プロ、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。